ギフト、未来への贈り物。この番組はシンクライブグループ他各社の提供でお送りします。馬場のりこです。東京赤坂 TBS ラジオをキーステーションに全国の皆さんにお届けするギフト、未来への贈り物。この番組は週替わりで登場するプレゼンターの皆さんがこれまでの人生で影響を受けたあらゆるジャンルの作品を紹介しながら、リスナーのあなたが進む未来へのヒントをお届けします。今週のプレゼンターはギフトナンバー42、韓国の男性アイドルグループ NCT のメンバー翔太郎さんです。はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして、 NCT の翔太郎です。よろしくお願いします。はい、まずは翔太郎さんのプロフィールご紹介してまいります。2000年神奈川県生まれ、そして2020年9月韓国の男性アイドルグループ NCT に加入されました。2年前ですね。2年前ですね。そして、その翌月に NCT 内のユニット NCTU としてメーカーウィッシュでデビューされました。はい。この NCT というのはもうすでに多くのファンがいらっしゃいますけれども、多国籍ダンス&ボーカルグループということで、いろんな国籍のメンバーがいるそうですね。そうですね。僕と、ゆうたくんというもう一人の日本人のメンバーがいるんですけど、はい、その他にも多国籍なメンバーが所属しています。はい。どんな国の方々がいるんですか？そうですね。韓国、中国、アメリカ、カナダ、タイなど様々な国の方々が所属しています。すごい。などってことはまだまだ国と地域いろいろいらっしゃるんですね。はい。コミュニケーションってどうされてるんですか？コミュニケーションは基本的には韓国語で、みんなそうですね。英語じゃなくて韓国語ですか？そうなんですよ。すごい。はい。でも、そうですね。英語圏の方々は英語で会話したり、もちろん日本人の僕とゆうたくんは日本語で会話したり、毎回全員で集まると本当、多言語がずっと聞こえてる状態ですね。はい、なんかそれだけでも刺激的ですね。そうですね。はい。どうですか？どのくらい韓国語は？いや、まだまだですけど、僕まだまだなんですけど、もちろん日常会話とか、メンバーと会話する韓国語はまだ今んとこ勉強中で、一生懸命やってるところなんですけど、日常会話とかは今喋れるぐらいになってきました。ありがとうございます。そして今年3月に配信されましたデジタルシングルコネクションのパフォーマンスビデオにご出演されていて、はい、これはまたすごいですね。もうこの話聞いた時どうでした？そうですね。僕今回も初めてこういうなんか新しいシステムで、同じ NCT メンバーであるドヨンさんとマークさんとヘチャンさんが歌った楽曲に僕がパフォーマンスビデオにパフォーマンスとして出演させていただくっていう新しいシステムだったんですけど、本当に率直に聞いた時は嬉しいっていう感情になりましたね。はい、だからメンバー3人が歌うその声で、ビデオにパフォーマーとして出演されるのは翔太郎さん一人という。そうですね、一人でしたね。ドキドキ、ずっと緊張はしてたんですけれども、周りのダンサーの方が20名ほどいらっしゃったんですけど、その方々と一緒に作り上げていく過程で、これはかっこいいものができるんじゃないかなっていうふうに思って、映像ができるの楽しみにしてました。本当に何度見ても、なんだろう、もちろん楽曲としても楽しめますけど、翔太郎さんのダンスを、パフォーマンスを、もうずっとかぶりつきで見ていられるというね。ありがとうございます。そんなあの中で、どの振り付けが一番大変、あるいは自分でやってて今回僕、今までやってきたようなそのヒップホップであったり、パワフルなベースのダンスをやってくることが多かったんですけど、その中でも若干舞踊要素の入ったダンスとかも含まれてて、新しい挑戦だったので僕にとっては、そういった面は少し難しかったかなって思うんですけど、リズミカルに動く部分だけではなくて、すごく滑らかなスムースな流れるような、滑らかでスムースな、本当そういう。そうなんですか。そこは難しかったんですか？はい、僕にとっては少し難しかったですね。もう次元が高すぎて、でもいいお話伺いました。ありがとうございます。ありがとうございます。
メモを取ってきてくださってますけれども、何か話そびれたこととかないですか？そうですね、まだもちろん明日から伺いますけど。はい。大丈夫です。大丈夫ですか？ありがとうございます。そろそろお時間ですので今日はここまで。明日からは翔太郎さんの人生で影響を受けた作品を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやもうとにかく笑顔がチャーミングだと、ダンスキレキレだけどもトークはほんまかされてるんですね。それではまた明日。ギフト、未来への贈り物。この番組はシンクライブグループ他各社の提供でお送りします。馬場典子です。東京赤坂 TBS ラジオキーステーションに全国の皆さんにお届けするギフト、未来への贈り物。今週のプレゼンターはギフトナンバー42、韓国の男性アイドルグループNCT のメンバー翔太郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組ではプレゼンターの皆さんのギフト、人生で影響を受けた作品を伺っています。翔太郎さんのギフト、今日は何でしょうか？はい、今日は、メアリー・ジェイ・ブライジの楽曲です。はい。もともと僕がこれは小さい頃にダンスをやっていて、レッスンに入る時とか僕がダンスをやっていく上で常に隣にあって、一緒に成長していったような楽曲になってます。そうなんですか。その中でも特にお気に入りの曲とかありますか？そうですね、一曲に絞ることは本当難しいんですけど、ファミリーアフェアとか、ジャストファインとかいう曲は好きですね。基本的にはあれですか？じゃあ音楽は静かに聴くってことはあんまりないですか？もう聴いてたら体が動いちゃうみたいな。でもそれはありますね。なんか本当に街中とかでも歩いてて音楽が聞こえたら自然と首が動いてたり、すごい。やっぱもう天性ですね。どうなんですかね。僕も本当無意識で、あとなんかちっちゃい頃というか学生時代とかはよく言われてたのが、お前いつも廊下で踊ってるなとかもう無意識なわけですよね。そうですね、僕も無意識なんですけど、気づいたら踊ってるみたいな。うわすごい。でも何かのドラマであったらなんか、人よりそんなに人よりは苦労しないで、なんか評価されるというか、できることが、人よりは苦労しないでできることが自分の才能だみたいな、向いてることだみたいなドラマがあって、一個もないなと思いながらその言葉には感銘を受けながらそうかそういうことか才能って思いながら、そうもうでもまさにですよね。そうなんですかね。だって苦労しないどころか、楽しんでらっしゃいますもんね。そうですね。ダンスはやっぱり単純に楽しいなって思います。突き詰めてもいらっしゃるじゃないですか。楽しいで終わらないというか、それがまたすごいなと思うんですけど、それどんな思いですか？僕が昔からやっていたダンスで、今こうしてお仕事としても活かせているということで本当に嬉しいんですけど、その分なんかもっと努力していかなきゃいけないなとか、成長していかなきゃいけないなっていう部分は常に感じてて、もっと上いけるだろうって自分に対してストイックになる時もありますね。いい意味で欲張りというか、そうですね、もっともっと自分を試したいというか、試したいというか、そもそもダンスを始めた年齢とかきっかけとかっていうのは？僕がダンスを始めたのは5歳の時だったんですけど、きっかけはもともと母がダンスを見るのが好きで、地元のダンススクールに連れてってもらったことがきっかけですね。お母様踊るのではなくて見るのがお好きだった？そうですね、昔から見るのが好きで、なんか好きだったみたいで僕もダンススクールに多分連れてってもらって、自分もやっていくうちにダンスの沼にはまっていくじゃないですけどダンス沼、はい。お母さんも一緒に踊ったりはされないんですか？してなかったです本当に見るだけだと思います。なんですか、リズム感とかあって、どっから来てるんですかね。僕も不思議と未だに母のダンスは見たことないんですけど今度だから踊ってもらおうかなって思います
ね、いいかもしれない。一緒にね、コネクションとか。一緒にコネクション。コネクション大変から腰とかやっちゃうかな、このお母様ね。若くてもね。間違いないです。これアップの時なども、メアリー・ジェイ・ブライジさんの楽曲聴いてらっしゃるということですけど、今でも同じですか？そうですね。本当ストレッチとか、アイソレーションする時にこの楽曲聴いて自分気持ち高めたりしてるんですけど、本当つい最近で言ったら僕、アメリカのスーパーボールのハーフタイムショーで、このメアリー・ジェイ・ブライジさんがパフォーマンスをしていたんですけど、またそれを見てやっぱり素敵だなって思って、僕は個人的に SNS なんかにも上げたんですけど、やっぱりいつ聴いても素敵な楽曲だなと思いますね。なんか本当に心が震える出会いだったんですね、翔太郎さんにとってね。はい。ありがとうございます。明日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。翔太郎さんが何かを話すたびに私結構ゾワッとして、その好きって気持ちがダイレクトに入ってくるので、そのたびにゾワッと感動しております。ありがとうございます。それでは、明日もお願いします。はい、お願いします。ギフト、未来への贈り物。この番組はシンクライブグループ他各社の提供でお送りします。馬場典子です。東京赤坂 TBS ラジオキーステーションに全国の皆さんにお届けするギフト未来への贈り物。今週のプレゼンターはギフトナンバー42、韓国の男性アイドルグループ NCT のメンバー翔太郎さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組ではプレゼンターの皆さんのギフト、人生で影響を受けた作品を伺っています。翔太郎さんのギフト、今日は何でしょうか？今日のギフトは映画ハドソン川の奇跡です。はい。どんな映画ですか？そうですね、これは2009年に起きたアメリカの航空機の奇跡的な生還劇、通称ハドソン川の奇跡を機長の記録をもとに映画化した作品になってます。なんか印象に残ったセリフとかあるんですか？シーンとか。そうですね、この主演している飛行機の機長を演じたトム・ハンクスさんのセリフなんですけど、We did our job、私たちは自分の仕事を成し遂げただけだ。このセリフですね。なんか自分の信念を貫いて最後までやり遂げるっていう意味合いでこの名言があるんだと思うんですけど、僕はやっぱその姿勢に対してすごい素敵だなと思って、はい。だからまさになんか僕もそこの姿勢を学んでいきたいなっていうふうに思います、ね。もう体現されてる。もちろんまだ上を目指してもっともっと成長されるとは思いますけど、そういうプロフェッショナリズムっていうのをご本人はどう認識してるんですか？そうですね。僕も常に上を目指して上がっていきたいということは意識してるんですけど、自分の自信や信念はずっと自分も貫いていきたいなっていうふうに思ってます。翔太郎さんが今感じてるご自分の信念っていうんですか？そうですね。大切にしてるものってどんなことですか？そうですね。周りの人に謙虚に接するとか、横にいる人を大切にするっていうのは常に意識しています。やっぱり自分がここにいられるのはなんか周りの方々のおかげですし、僕がステージに立ったりすることができるのも周りの人の力があってこそだなって感じることが本当に多いので、そういう気持ちは常に大事にしていきたいなと思ってます。やだ、泣いちゃいそう。いや、周りへの感謝って、はい、いやもちろん言葉ではね、私も言えるんですけど、本当に日頃感謝を持って接してるかっていうと、一人の時に ありがたいなってしみじみ思ったり、そのくせちゃんとできてないなって反省することはあるんだけど、やっぱ常に感謝を持って行動できてないなっていう反省ばっかりで、もうね、こんなにまっすぐに本当に嘘なく心から感謝って言葉が出てくることがとっても素敵だなと思って、しかもプロとして目指してらっしゃるその信念がそこじゃないですか。ダンスで世界一とか、ダンスでなんとかって、多分もちろんそれもくっついてくることだと思ってらっしゃるとは思うんですけど、なんかすごいなと思います。ありがとうございます。でも本当そうですね、大事だと思います。
その人柄っていうのはこういろんな方から学んだんですかね、翔太郎さん自身が。僕はまあ今までいろんな環境で活動させていただくこともあって、なんかそんな中でもやっぱり僕の周りの人がとてもいい人ばかりで、いつもなんか助けてもらったりしていたので、余計なんか自分が感謝しないとなとか、まあ自分もなんかたまにこの気持ちをどう伝えたらいいんだろうかとか思うこともあるんですけど、その感謝を、そうですね、わー伝わってますよ、その笑顔一つで。本当に、はい、僕でも本当にいい人に囲まれてて幸せだなと思います、はい、先輩にねアドバイス、先輩とかいろんな方、周りの方からアドバイスもらうってお話しされてましたけど、はい、ご自分から聞きに行くんですか？そうですね、僕がちょっと気になったこととかわからないことがあったら自分から聞くっていうのもあるんですけど、その周りの先輩方々から、自分の経験を踏まえてこういう風にしたらいいんじゃないかとか、アドバイスをいただくこともたくさんありますね、はい、いやしかもなんかそれを素直にこう受け止めて消化されてる印象です。ありがとうございます。いや、そうですね。ありがとうございました。はい、明日も引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもうね、ダンスの時のかっこいい表情と、もうほんと正反対のチャーミングな笑顔、もうこれだけでね、本当に周りは癒されるし、感謝伝わってると思います。それではまた明日。ギフト、未来への贈り物。この番組はシンクライブグループ他各社の提供でお送りします。馬場典子です。東京赤坂 TBS ラジオキーステーションに全国の皆さんにお届けするギフト、未来への贈り物。今週のプレゼンターはギフトナンバー42、韓国の男性アイドルグループ NCT のメンバー翔太郎さんです。こんにちは、 NCT の翔太郎です。翔太郎さんのギフト、人生で影響を受けた作品、今日は何でしょうか？安室奈美恵さんのライブです。もうあれですね、引退されたのが4年前にもなるんですね。2018年。ライブにはいつ頃からどのくらい行ってらっしゃるんですか？僕が最後にライブに行ったのは中学生の時だったので、多分2013年頃だったんですね、はい、最後の引退ライブも僕行きたかったんですけど、抽選外れてしまって行けなかったんですよ、はい、本当に安室さん一切 MC なくて、僕が実際見に行った時も最後にまたねバイバイぐらいのいつもの安室さんの笑顔がたまらないんですよね。本当に素晴らしいですよね。なんかあれですね、今日は例えば安室奈美さんのライブとか、曲とかっていう風にこれまでもおっしゃってますけど、翔太郎さん自身は実は言葉にしきれないいろんなものを丸ごと受け止めてるような感じですね、その方の持ってる。そうですね、何か多分その方々から受ける影響とかいうのは大きいのかもしれないです。ご自分の中で安室さんからここ影響を受けてるなって感じる部分とかはあるんですか？やっぱり自分も歌って踊る身としては、そのステージでの見せ方だったり、パフォーマンスを見てすごく勉強になりました。本当に見せ方、なんか全てが大物だじゃないですけど、スターだなっていう風にずっと昔から思ってました。スターのオーラってあれなんでしょうね。ねえ、なんですかね。でももう翔太郎さんはね、そう思われる側に今いらして、はい、僕頑張ってます。僕頑張ってます。はい、素敵。頑張ってるって素直に言えるのとても素敵。頑張ってないと意外と言えないし。そうですね、そうですね。あとほら、頑張ってるのにって愚痴は言う大人多いですけど、私も含めて。そんなことないじゃないですか。明るく頑張ってますって言えるっていうのが本当に素敵です。歌とか踊りっていう風に決めず、だけど世界観を持って表現をしていくっていうのが翔太郎さんの考えるアーティストであり、はい、まさにそれを多感な時期に見せつけてくれたのが安室さんだったと。じゃああれですか、そのライブのお客さんとして以外ではお会いになられる機会は？残念ながらなかったんですよ。本当に僕もお会いしてみたかったんですけど、惜しくも引退してしまって。
でもご覧になってるかもしれないですよ、翔太郎さんの活躍を。もし見てたらぜひお会いしてください。でもね、本当言ったもん勝ち。そうですよね。思いはね、まっすぐ言葉にした方がね、照れてたりね、なんかね、恥ずかしがってたりね、遠慮してる時間って意外とないんですよね。ああ、そうなんです。そうなんですよ。翔太郎さんにはね、必要ない。いや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 必要のない、釈迦に説法なんですけど、本当に本当に、だってもうこれだけね、まっすぐで、これだけ思いを表現されているので、馬場さんは私できない人だったんで、そうなんです。今若者たちにはね、それをね伝えていこうと思って。遠慮ってね、そんないいもんじゃないんですよ。遠慮しすぎるとかえって失礼になったりもするし、誤解されたりもするし、そうなんです。まっすぐ素直が一番なんですよ。じゃあ結構ズバズバ今のズバズバは、これはずうずしくなっただけです。いやいや若い頃に自信がないとか何もできない若い頃に、でもできなくてもいいじゃん、若いんだからぐらいの開き直りがあればよかったなって思うことが多々あって、できるのに謙虚でかつまっすぐ素直な翔太郎さんはね、本当にね、眩しいです。眩しい。眩しいんだけど心洗われるし、元気をもらえる眩しさです。ありがとうございます。僕も今馬場さんからすごいいろんな影響を受けております。ちょっと欲張って聞きたくなっちゃうけど、何があってこれは聞かないのがあれですね、礼儀ですね。次回お話しさせていただきますよ。とんでもない。そんなお上手も言えるなんて、本当に本当にありがとうございます。翔太郎さん、ご出演が明日最終日です。すごい早い、あっという間に4日が過ぎてしまって残念なんですけど、明日も楽しんで収録していきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、褒め言葉真に受けちゃいそうになっちゃったそれではまた明日。ギフト、未来への贈り物。この番組はシンクライブグループ他各社の提供でお送りします。馬場典子です。東京赤坂 TBS ラジオキーステーションに全国の皆さんにお届けするギフト、未来への贈り物。今週のプレゼンターはギフトナンバー42、韓国の男性アイドルグループ NCT のメンバー翔太郎さんです。こんにちは、 NCT の翔太郎です。人生で影響を受けた作品何でしょうか？ NCT の楽曲でビューティフルです。ご自身のグループの曲。はい、そうですね。僕たちの、昨年末12月に発売されたアルバムのユニバースという曲でタイトル曲になっている曲なんですけれども、僕この歌詞の中で、雲すくでろ春分ねよ、ありのままの姿でいいんだよっていうこのフレーズが特に僕の好きなフレーズになってるんですけど、自分が悩みを抱えている時とかにこの曲を聴いて歌詞を見ると、本当自分自身もなんか自信がつくし、背中を押されるような楽曲になってて、素晴らしい楽曲だなっていうふうに思ってます。でもね、ありのままの姿で癒される一方で、本当にありのままで人前に出るっていうのはまた勇気がいることですよね。そうですよね。やっぱり自分の中で思っててもうまく表現できなかったり、本当にありのままの姿でいたいけど、そうできないこともあるじゃないですか。でもあれですね、このビューティフルって曲は本当にこの歌詞も素晴らしいですけど、元気づけてくれる曲ですよね。そうですよね。皆さん勢揃いだし、そうですね。NCT メンバーもみんないるので、本当たくさんの方に聴いてもらいたい楽曲になっていますね。翔太郎さん、今後の NCT というグループとしての目標は何ですか？そうですね、僕やっぱり NCT というグループをもっとたくさんの方々に知ってもらって、僕たちのグループの魅力を知ってもらえたらいいなと思っています。各国々のメンバーに紹介してもらって旅行なんかも行ってみたいなって思いましたね。それこそあれじゃないですか、プライベートでも素敵だけど、もう番組になっちゃいそうじゃないですか。そうですよね。誰々が紹介するどこどことか言って本当に NCT メンバー多いですから、素敵、なんか
その地域の貢献にもなるし、皆さんがすごく楽しいだろうし、ある意味メンバーのことをより知ることにもなるだろうしね。はい、だから日本なんか来た時はそのゆうたくんと僕で日本ツアーじゃないですけど、してみたいですよね。どこ案内しましょうか。どこがいいですかね。やっぱり僕行ったことないんですけど、北海道とか。いいですね。じゃあいっそのこと沖縄もつけて、お願いします。一応京都もつけて、あとはお母さんのダンスかな。そうですね。見てもらおうかな、みんなに。でもね、そうだよ、見るの、お母様ダンス見るの好きだったら、メンバー勢揃いでやってきたらそれだけで多分気絶しますよ。すごいんですよ。なんかもうメンバーみんなかっこいいねとか言って、いや僕はっつって言うんですけど、本当みんなかっこいいよ、私本当会いたいとか言っていつも言うんですけど、ここにってね、息子って息子おるやんっつって。やっぱなんでしょうね、翔太郎さんのことはまたちょっと違うんですかね、他のメンバーとは。ですかね。多分まあやっぱり、イケメン好きなんだと思います。いや何言ってんですか、こんなイケメン好き。でもあれだな、きっともう一番の誇りで嬉しいんだと思いますよ。嬉しすぎて言えないんじゃないですか。なんですかね。きっと。なんですかね。はい。ありがとうございました。もう本当に2週間丁寧に赤ボールペンでメモ取りながらお話ししてくれましたけど、何か言い残しちゃったこととかないですか？そうですね。まあこれは僕個人としての目標なんですけど、今後はなんかダンスだけじゃなくて、今挑戦中のラップメイキングなんかも今後は皆さんに披露できる日が来たらいいなというふうに思っています。いやもう本当にこれから楽しみにしております。ありがとうございました。今週のプレゼンターはギフトナンバー42、韓国の男性アイドルグループ NCT のメンバー翔太郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ギフト、未来への贈り物。